はい、森拓郎です。今日は足を細くするための、エクササイズ。ヒップアップだったりだとか、足を細くするためには、まずお尻の筋肉鍛えろっていうわけですよ。その時に、大体よくやるのってこれじゃないですか。仰向けに寝てもらって、膝曲げて、で、この状態でお尻を上げるんですけども、例えば、ゆっくりやったりだとか、こうやった時とかなんかに、前ももが痛いよとか、前ももばっかり疲れちゃうっていう方とか、腰が疲れちゃうよっていう方結構いらっしゃるんですよね。はい、その原因って何かなっていうところなんですけども、その原因は前ももと外ももが硬いからです。はい。気にされているから、そこが太いからっていうのがあるんですけども、そこが太くて気にされてるっていう状態っていうことは、ここの筋肉普段使いやすいっていうことでもあるんですよね。はい。お尻の筋肉を使いたいのに、前ももとか外ももが硬くなりすぎてしまっていて、お尻の筋肉をうまく使えないという状態です。はい。で、硬くなっちゃっているので、その分、ここがぎゅっと縮まってるわけですね。ぎゅっと縮まってるわけだから、極端に言うと、もうお尻が上がんないわけですよ。これ以上。ここが硬くて、ここがぐーって伸びていければいいんですけども、ここがこれ以上上がんないよって時にどうしますか？腰を反らせていくしかないですね。なので、こういう風な動きになってきます。はい。これもうお尻なんて全然効かないし、腰ばっか疲れる運動になりますし、で、これで上げてるつもりなんだけども、前ももばっかり疲れるっていう人は、このためにストレッチかかってるので、ストレッチかかってしんどいというようなことが起きてきます。今やったヒップリフトでどうしても前ももとか腰ばっかり疲れちゃうっていう方なんかは、前ももと外ももをほぐすということをやってからやると結構変わります。はい。なので、今日使っていくのはこちら。森田黒式美脚スティックですね。はい。また出たよっていう感じなんですけど、これおすすめなんですよ。はい。っていうのは、いわゆるフォームローラーとかなんか使ってもらっても全然構わないんですけど、フォームローラーとか使うと、こういう体勢になってやんなきゃいけなかったりだとかして、結構、ね、これで手首痛いとか、なんかこうやるのめんどくさいなっていう感じになったりとかするんですが、これのいいところはどこでもながらでできちゃうっていうところなんですよね。大体30秒とか60秒とか、ほぐしてもらえれば大体効果が出てくるんですけど、大事なのはこれをほぐした後にちゃんとその部分ストレッチするよっていうことも重要です。はい。ほぐすだけだとね、マッサージ効果はあるんですけど、張りとかはね、それぐらい取れるかもしれないんですけど、動きが良くなるかっていうと、その一瞬だけなんですよ。なので、これはフォームローラーとかテニスボールとか何でも一緒なんですけど、ほぐしたら動く。ほぐしたら動くっていうのは、まずセットで考えていただければと思います。まず、チェックですね。このチェックで、さっきやったヒップリフトですよ。この状態で、物理的にですね、かかとをね、こう、お尻上げた時に、膝の真下にかかとが来るようにセットします。なので、膝はね、90度より曲がってる状態になりますね。はい。で、足の幅はですね、開いた方が前ももの、前ももと外ももの筋肉が少し緩みやすくなってきます。なので、初心者の方は肩幅ぐらい開いちゃうと、お尻に効きやすくはなります。はい、で逆に足閉じちゃうと外ももとか前もも硬い方とかなんかは結構しんどいので、標準的なところは拳一つ分ぐらいの隙間で、はい、骨盤幅ぐらいの幅でやってもらうといいでしょうね。はい、で結構僕はねゆっくりやるのをおすすめしてるんですが、なんでゆっくりやるのが大事かっていうと、早く行くとこうやってポンポンポンってやると全然こう回数重ねてお尻効いてくるなっていう感じあるかもしれないんですけど、動作が上手くなっていかないですね。はい、腰とか前ももを使いやすい方はこの骨盤の後傾ですね。腰を丸める動きが苦手なので、この状態でまず骨盤を後傾、はい、まっすぐの状態ってこの腰とマットの間に手が1枚入る分ぐらいの隙間があるじゃないですか。はい、もっとある人もいるかもしれないですけどね、反り腰とかだと。はい、でこの隙間を埋めるようにまずグッと潰すわけですね。はい、それで骨盤を後傾させます。今こうやって尾てい骨が浮きましたね。でこの状態になったらかかとをグッと地面を押してもらって、かかとで押すと骨盤が浮いてきます。この時まだ腰は地面についてるんですよ。骨盤だけ浮かす。まずこれができるかどうか、まずこれができるかどうか確認していただいて、で腰が浮いてきて、で最後に背中が下から浮いてきて、でこうやって一直線を作るんですね。で一直線を作りたいのに、ここでぐーっと肋骨前側開いちゃったりとかすると腰に来てしまうので、この前側はぐっと閉じたまま
つまりお腹を下の方に力を入れるんだけども、お尻は上に上げていくっていう状態ですね。こうすると、あれ、前ももが辛いよっていう方とかなんかは、前ももと外もも張ってる可能性がありますね。はい。で、そこから今度はゆっくり、背中から順番に、お尻が最後になるようにですね、背中から順番に降りていって、背中の次に腰がついていきます。はい、しっかり骨をね、一直線に伸ばしていただいて、腰が全部ついてから骨盤を下ろします。で、最初の状態ですね、少し反ってる状態に戻るんで、背骨を1個ずつ動かしてお尻に連動させて、で、背中から順番に背骨引き伸ばしながら降りていくという、この体幹を柔らかく使う方法っていうのが、まずこれ大事です。はい。これはピラティスとかでやる動きになるんですが、僕の動きとかピラティスをかなりベースにしてたりとかするので、このヒップリフト、ただポンポンポンと雑にやるんじゃなくて、ゆっくりやるっていうことをやってみて、今全然できなかった方とかなんかは、ぜひローラーを使ってほぐして、で、ストレッチをかけてからやってもらうといいと思います。はい。では、早速、ほぐしローラー使っていきます。こちらの通常モードとハードモードっていうのがありますけども、ももの太さによって、この通常モードの方が、負荷が、緩いので、その方がもしかしたら、外ももとかなんかは緩めやすい。痛いよっていう方とかが結構多いでね、はい、やりやすいと思います。はい。もちろんちょっと刺激足りないなっていう方はハードモードでも構いません。どちら使ってもらっても構いません。今日は通常のモードでやっていきます。まず、この外側ですね。はい。ここからほぐしていきます。直接やると痛いよっていう方も結構いらっしゃるので、はい。タイツとか履かれてても全然構わないです。60秒ですね。はい。60秒で外ももと前もも両方やっていきます。はい。で、適当でも構わないです。こういう風に外ももこうやってほぐしていく。体ちょっと横向けたりだとかでも全然いいですし、膝の横からこの大天使ですね。はい、お尻のこの下の部分にあるこのボコッと出た骨の部分までをほぐしていく。膝上からももの付け根の部分ですね。をほぐしていきます。だいたい30秒でも構わないんですけども、60秒ぐらいかけてしっかり1箇所やっていただいた方が、この組織が血行が良くなってくるんで、はい。で、それでほぐれてからストレッチに移っていただいた方がいいですね。はい。まんべんなく前もも、外ももほぐしていきます。はい。では反対いきましょう。反対も同じように。結構ね、あざになっちゃうほどっていう方なんかは皮膚が弱かったりだとかするので、はい、やっててなくなっていけばそりゃいいんですけども、ずっとできちゃうよっていう方とかなんかは、何か服を着た上ですね、さっき言ったようなタイツとかなんかの上からほぐしてもらって、で、この通常モードですね、ハードモードじゃなくて通常モードであまり強くやりすぎないようにほぐしてもらうっていうのがいいと思います。で、結構この膝の近くとかなんかも硬くなりやすいんで、はい、この膝の近くとかなんかも念入りにほぐしてください。関節の近くがね、硬くなりやすいんで、はい、大きなストロークと、はい、関節の近く、はい、両方ほぐしてもらうといいでしょう。はい。で、ほぐしたら、ちゃんとストレッチをしてあげます。はい。で、前もものストレッチと外もものストレッチ、両方してあげるのは、一番楽なのは、この方法ですね。はい。横になっていただいて、下の足はこのように前に出していただいて、で、こっちに伸ばしたまんまやると、緩めに伸びます。で、こっちの方がしっかり伸びます。っていうのは、こうすると腰反りやすいんですよ。はい。腰をなるべく反らないように、こっちの足を前に出していって、なるべく腰を丸めた状態でやらないと前ももが伸びづらいという状況になりますので、はい、こういうふうに寝ていただいて、で、足を持っていただいて、で、この状態でストレッチを60秒かけていきます。で、腰をぐーっと反っていくのではなくて、この状態で少し丸めていただくと膝が前に出ますよね。
はい、でこの膝を前に出た状態でお腹がしっかりグッと縮まった状態キープしながらちょっとだけ膝を後ろに持っていくような感じ、その方が伸びます。で外もも硬い方とかなんかは膝がこういう感じに逃げていっちゃうんですね。はい、前もも硬い方は腰反っちゃうし、外もも硬い方は膝が上に行っちゃいます。そうならないように腰を丸めて膝を床から平行ぐらいにしていただいて、この状態でストレッチをかけます。はい、さらに伸ばしたい方は膝を地面に近づけていくといいんですけど、硬い方はね無理しないでいただいていいので、この状態で腰を反らないように、で辛いよっていう方はこちら足伸ばしていただいても構わないです。はい、で少しね顎を引くような感じで丸めていただいた方が背中が丸まるやすくなりますね。はい、呼吸を止めないようにゆっくり呼吸しながらストレッチしてください。 OK ですか？では反対いきます。同じように横になっていただいて、下の足、はい、前に出していただいて、で足を曲げて、はい、でこれでスタートです。はい、腰を丸めること、膝が上がらないこと、はい、下の足前に出して90度ぐらい、辛い方は伸ばすという感じですね。はい、これで調整していただくといいと思います。しっかり伸ばしたい方はしっかり背中を丸めた状態で伸ばしてください。はい、しっかり伸ばした状態を作ったら膝が前に出ますから、その膝をそのまま後ろに持っていくという感じですね。はい、これ見えないようにしっかり伸ばしましょう。こう上向くと腰反りやすくなるので、顎を引いて丸めると。はい、でこの状態よりもこの状態の方が首がリラックスしやすくなってくるので、この状態、はい、上半身リラックスっていうのも大事ですね。で下腹部、みぞおちとか下腹部とか腹筋が弱いと腰に力が入って前ももっていうセットがあるので、それも気をつけましょう。はい、この状態で呼吸止めないでストレッチです。はい、OK です。はい、このようにですね、ストレッチとほぐしをセットにしていただくと、いきなりストレッチをするよりも伸びやすくなってくるんですね。このストレッチをしっかりできたら、最後チェックですね。はい、ヒップリフト。足幅は拳1つ分が標準ですけども、辛いよっていう方は足少し開いていただいても構わないです。だいたい拳1つ分ぐらい、骨盤幅くらいでやります。はい、ではこれをゆっくりですね、ゆっくり3回やります。結構僕のねオンラインレッスンを毎週やってるんですけども、オンラインレッスンでもこれ結構やるんですね。ゆっくりやっていうことによって苦手をしっかり改善していくっていうことが重要です。はい、では横ですね。この状態で呼吸を合わせていきましょう。鼻から息を吸って、で胸に空気入れたら吐きながらお腹をへこませます。で骨盤を後傾させて、かかとで地面を押して、かかとがしっかり膝から下のところ垂直になる状態になって、でお尻を上げます。お尻を上げたら次腰を上げます。そして背中を上げます。はい、お尻の穴ぎゅーっと締めていってもらって、みぞおち開いてませんか？みぞおちは下に下に下に地面の方に押し付けて、お尻の穴はしっかり締めて、恥骨は上に上に、みぞおちは下、お腹が下、お尻が上という状態でぎゅーっと締めていってもらったら、さっきより前もも辛くないなってなったらしっかり効いてます。はい、ではゆっくり背中からです。腰が伸びるように背中からゆっくり降りていって、腰しっかり伸ばして、まだ骨盤つかないですよ。腰がしっかり全部ついてから骨盤をついてスタートポジション。もう一回いきましょう。息を大きく吸って吐きながらお腹をへこませて、骨盤から順番に腰が浮いて背中が浮いて、みぞおちぎゅーっとお腹の力しっかり使ってお尻だけ上げていきます。腰で上げないで、お腹は下、お尻は上で、膝から首が一直線ぎゅーっと作ってる状態ができたら、息を吸って軽く吐きながら背中から順番に背骨を引き伸ばしてここからねローラーかけていくような感じです。はい、背中が全部ついてから腰が全部ついていきます。腰が全部ついてから骨盤がつきます。 OK ですか？最後1回いきます。もう一度鼻から息を吸って口から吐いて
お腹へこませて、かかとで地面を押してお尻を上げます。お尻が上がったら腰です。順番ですよ。雑にやらないで、一個一個骨を引き離していって、はい、背中です。さあ、お腹広がらないように溝落ちぎゅっと締めたまんまお尻の穴。溝落ち締めてお腹をしっかり締めていきます。で、お尻を上げていく。お尻とお腹がサンドイッチするような感じですね。はい。上でぎゅっとお尻締めて、お尻締めて。はい。首から膝が一直線。鼻から息を吸って、吐きながら背中から順番に降りていきます。背中が降りて、お尻最後ですよ。腰をしっかり引き伸ばしてからお尻です。はい、結構です。で、この動きの中でまだ腰が硬いよっていう方とかなんかは、これ前ももも原因あるんですけど、腰自体が硬い場合は裏ももも硬かったりだとか、首の後ろが硬かったりだとか、実は全身が影響していくのがこの種目になりますので、お尻が効かない理由は実は、お尻が弱いだけじゃなくて、他の筋肉を緊張させてるからっていうことになるので、このヒプリト非常に難しい種目でもあるんですよね。はい、なので今両足でやりましたけど、これを片足でやるとより難易度が上がったりもしますし、はい、ヒップアップの基本でもありながら苦手を見つけるエクササイズということでもあるので、あくまでですね、今日前ももが原因だった場合はこれで改善されますが、いろんな理由で他にもできない方とかいらっしゃると思いますが、そういうのをやっぱり改善していくと非常に、まず体幹がしっかり使えるようになって立ちやすくなります。それだけじゃなくてヒップアップだけじゃなくて体幹だけじゃなくて姿勢が良くなって、でもも細くなってふくらはぎまで影響してきますね。はい、そういったいいところがありますので、ぜひヒップリフトをですね、綺麗にやっていただくっていうことも一つの目的としてやっていただければなというふうに思います。森田黒の月額オンラインレッスンっていうのを、別にですね、毎週水曜日やっておりますので、申し込み方法等はね、概要欄にありますので、そちらの方もご覧いただければと思います。ヒップリフトもですね、そうするとどんどんやりやすくもなってきますので、皆さん好評いただいております。ではまたよろしくお願いします。